アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回は週1くらいでやってるいつものメンテナンスについてです。最初の頃はスポンジで手を動かしてやりゃいいだろうって思ってたことも、レイアウト上思うようにいかないところが結構あって、いろいろ改善してきたんで、その辺をまとめてみました。画面の方は月1定例の pH と GH のチェックです。狙い通り pH7、GH5 くらいで安定してますね。そしてまず最近出てきたのがこの油膜です。こういうのが出るっていう知識はあったんですけど、実際に出てくると思ってたより美観を損ねるっていうか、もう単純に汚いですね、これ。原因についてはいろいろネットでも出てますが、これは計量カップで取り除くっていう原始的で面倒な方法で対処してます。ただこれはとりあえずの対処で改善方法をすでに考えてあります。それがうまくいくかどうかは別として、それについての動画は1本用意しますんで、しばらくお待ちください。次はガラス内側の清掃です。定番のメラミンスポンジを使いますが、こちらの大きい1枚ものを切って使います。最初は小さいので擦ってたんですけど、壁面の苔ってかなり厚くついてないと正面から見てもあんまりよくわかんないんですよね。こんな風に横から見ると結構わかるんですけど、なので小さいメラミンスポンジだと90センチ水槽の壁面がかなり大きいっていうのもあるんですけど、取り残してるところが結構あったりするんですよね。映像だと水槽のサイズ感がちょっとわかりづらいかもしれませんが、掃除してる手の往復時間で結構大きいなーっていうのは分かっていただけるかなと思います。ただこれだと低床の際とかレイアウト素材がガラスのすぐ近くにある場所とかの苔が落とせません。でスポンジはこんな風に水槽の外で絞って、そこでこちらのスティックタイプのメラミンスポンジを使います。この手の商品って結構いろんなのが売ってるんですけど、どれも自分にはちょっと今一つって感じで、例えば先端までスポンジがないとか、力入れるとスポンジがずれちゃうとか、先端まで芯がないんで強く擦れないとか、芯が弱くてしなっちゃうとか、商品はいろんなのあるんですけど、なかなかこれっていうのがないんですよね。で、その中でもこの商品はまあ思ったように使えるかなって感じです。こんな風に隅の方もある程度綺麗にすることができます。もうちょっと芯が強いといいんですけどね。こんな風なレイアウトが入り組んだところも一応清掃できます。もうちょっと清掃のことも考えてレイアウトをした方がいいのかもしれませんが、今はこの大変なのもとりあえず楽しんでやってます。この掃除用品もいくつか試しましたが、例えばこちらの商品なんかはすごく便利そうだったんですけど、やっぱり厚みがすごいあるんで、細かいところの清掃がね、全然できないんですよね。ぶった切ったりしてスクレーパーだけにしたんですが、やっぱね、プラスチックのスクレーパーだと落ちがね、いまいちで、もうこれはちょっと使ってないんですよね。で、やっぱり低床の際とかビシッと削ぎ落とすなら ADA のプロレイザーみたいなやつ用意した方がいいかなってちょっと今思ってます。で、次は水替えと低床掃除です。で、以前から使ってるプロホース L を使ってます。水替えとしても使いますが、低床のゴミを吸い出すのにももちろん使ってます。こんな風にグッと差し込むと、砂利の隙間に溜まった汚れを吸い取ることができます。水草が置いてある合間から結構吸える場所があるんで、毎回何箇所か作業してます。だけどこの低床の中っていろんな小さい微生物が結構いるんですよね。この画面のこんな風なやつとか、あと水替えしてるとね、なんか黒っぽいすごい素早いやつとかもね、います。多分目に見えないようなやつもたくさんいるはずで、これらは調べてみたら、低床に溜まったものを分解したり、その時に酸素を消費して CO2 を出すなんて話もあるんで、全体の環境としてはとってもね、大事なやつらなんだと思ってます。なので、あんまり綺麗にしすぎないように、適当にちょんちょんって吸い出す感じだけにしちゃってます。で、吸い出す時ってこんな風に砂利も一緒に吸い込んじゃうんですけど、汚れを吸い終わったら
ホースの部分をちょっとグッと止めて、吸い込みを止めると、自然にこんな風に砂利だけ落ちるんで、元通りになります。砂利自体は崩れないんで、気兼ねなくこんな風にできますね。ただ、このプロホース、径が太いってのもあるかもしれませんが、プレミアムモスの間とか、ゴミが溜まりやすいレイアウトのね、隙間とかってあんまり吸えないんですよね。そこでこれを使います。ダイソーのジャンボスポイトです。スポイトもね、いろいろ試したんですけど、狙いがずれちゃったり、スポイトからの流量が思った感じじゃなかったりね、結局これが今んとこ一番いいです。こんな風に隙間をシュッシュってやると汚れが出てくるんで、それをすぐ横からプロホースで吸い取る感じです。見た目的にも掃除しておきたい部分って結構あるんで、これはかなりの頻度で使ってます。ちなみにちょっとだけ吸い込みたい時もあるんで、そんな時はこの水作マルチスポイトを使ってます。で、吸い込んだゴミが戻ってこないんで、連続して吸い取ることができる構造になってます。ただこれは少し使い方にコツがいるように個人的に感じてて、こういうのを使いたい時って、そーっとピンポイントでゴミを取りたい時だと思うんですよ。ガバって吸うなら、ホースでもプロホースでも何でもいいと思うんで、このマルチスポイトで、そーっとポンプを最後まで戻しちゃうと、こんな風にね、本体までゴミがいかないで、管のところでゴミが止まっちゃうんですよね。で、このまま外に取り出すなら普通のスポイトでいいんで、またポンプを押すと、当然この管のゴミが出てきちゃうんですよね。なので、このマルチスポイトは、途中までゆっくりポンプを戻して、最後はパッとポンプを離して、勢いをつけるやり方がいいと僕は思います。スーって戻してパッて離す感じですね。これなら最初はゆっくり吸い込んで、パッとやった時にゴミが本体まで行って、そのまま連続で吸い取ることが可能になります。ちょっとコツがいるかもしれないっていう話なんで、まあ興味があったら試してみてください。僕自身はすんげーいい商品とはちょっと思ってないです。こんな風にね、ゴミがここに溜まります。で、これを最初のダイソーのスポイトみたいに水を押し出すようなね、使い方にはちょっとできません。ゴミを取り出すために本体がパカって開くようになってるんですけど、圧力に負けて吹っ飛んじゃいます。なので僕はスポイトを2種類使ってます。低床の掃除はこんな感じです。当然排水も結構汚いですね。でもこれは結構綺麗な方かな。そして次は水草のメンテナンスです。ミクロソリウムなんかは結構枯れた葉っぱが出てることがあるんで、それが目立つときは取り除いちゃってます。で、ミクロソリウムって病気がどうのっていう情報が結構あるんですけど、これはただ単に枯れただけだと思ってます。だけど絶対病気じゃないっていう確信もないんで、逆に言えば絶対病気だっていうラインも根拠がよくわかんなかったんですけど、もうこういうのは根元から切っちゃってます。で、またミクロソリウムは葉っぱの先に小株が育ってる時が結構あって、これちょっとわかりづらいんですけど、小株が大きくなってきたら取り外していくつかまとめて石に巻きつけてます。こんな感じですね。あと、ちょっと汚くなっちゃったウィローモスとかも手でちぎって綺麗にしちゃってます。実はこれ、ウィローモスを綺麗なまま保つのにちょっと失敗してるんですけど、これは長くなるんでまた別の動画にさせてください。で、最後は エーハイム 4in1 を入れた水道水で水を入れて、4番目の動画で紹介したケルヒャー窓用バキュームで外側のガラスを清掃して終了です。もう水が入ってるんで、洗剤が水槽に入らないように、モップに湿らせて使ってます。これ一発で綺麗になるんで、ほんとおすすめです。そして30番目の動画で作った自作シェードを戻して完了です。で、このシェードを作った時の動画で、照明上面の放熱を考えた方がいいんじゃないっていうコメントいただきまして、確かにっていうことで開口部を作りました。いきなり壊れるっていうことはないけど、長期的に見るといい影響ってないと思うんでやっておきました。ご丁寧なコメント本当ありがとうございました。紹介したメンテをすべてやると1時間くらい時間かかってると思います。だけど水草に全く手をつけない時もあれば、側面のガラスを全然清掃しない時もあるんで、だいたい30、40分ってところですかね。水替えは硝酸と GH の値を見て4日に一度 30% です。僕はこうやって世話を焼いてる時ってね、すごい楽しいんですよ。だからって落ちない道具でいつまでも苔をこすったりしてるのは嫌なんですけど、僕の考え方としては、やらなきゃいけないことを片付けるっていうのではなくて、
水槽の方が僕にこう頼むよって求めてきてて、それに応えてあげてるっていう風な気持ちです。まあ、なんつって2年後に水替えめんどくせえとか言ってたら、ほんとごめんなさい。とにかく今のところこんな感じでメンテナンスをしてます。プロレイザー欲しいっすね。では、今回使った金額です。メラミンスポンジメガサイズ110円。メラミンスティック110円。ジャンボスポイト110円。これ確か全部ダイソーだと思います。マルチスポイト1185円。固形クロス425円。ここまで合計で17万9209円使いました。次回は約3ヶ月間くらいろ過をしてきた外部フィルターの清掃となります。それでは